皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 15. 今回のエピソードは、大人になってからの友人関係とか友達事情についてです。私のポッドキャストを聞いている皆さんは、多分20歳以上とか、仕事をされている方が多いかと思いますが、皆さんは友達がたくさんいますか？親友と言える一番仲がいい友達とか、いつも一緒に時間を過ごす、自分の友達グループとかありますか？私は22歳の時に大学を卒業して、一人で海外に移住して、仕事を始めて一人暮らしも始めて、でそこで初めて大人として友達を作る、もしくは友人関係を保つって結構複雑だし大変だし、友達はいるけど完全に安心しきれないという人も多いし、友達があまりいなくて精神的に苦しむ人もたくさんいるということに、気づきました。今回のエピソードでは、私がここ数年自分自身や周りの人を観察して気づいた、大人になってからの友人関係についてお話しします。まず、大人になってからの友人関係が複雑になりやすい理由の一つに、特に20代から40代くらいまでは友達がみんなそれぞれ人生の異なった段階にいるということがあると思います。例えば私の友達の中でもまだ学生の人もいれば、今働き詰めちょうどキャリア形成の真っ只中の人もいるし、結婚して子供ができた人もいるし、毎晩夜遊びを楽しんでいる人もいます。家族がいる人はもちろんそっちが優先ですので、もしかしたら月に1回ぐらいしか会えないし、逆に自分が働いていて友達は学生だったら金銭状況も異なると思いますので、気軽に旅行とかいろんなイベントに誘うこともできませんし、もし友達がまだ夜遊びを毎週末したいという場合でも、自分は、週末朝早く起きてハイキングをしたいという年齢になっているかもしれないし、私は日中働いているけれども友達は夜働いているっていう風にライフスタイルが異なるだけでも、その友人関係を保つのってかなり難しい、と思います。なので学生の時のようにいつもみんなで行動するみたいな友達グループを持っている人ってかなりレアなんじゃないかなと思います。それから皆さんも友達の種類って、いくつかあると思うんですけれども、例えば学生の時からの友達とか大人になってから会った友達とか、同僚だったけど友達に会った人とか、その中で子供の頃からの長年の友達って、すごく大切な存在、そういう友達を持っていることは素晴らしいですが、もしみんな同じ町に住み続けて価値観も同じであり続けるなら、友達であるのは簡単ですけれども、そうでないと悩みの種になり得る可能性もあります。子供の頃からの幼なじみって、お互いの人生の歴史を全て知っていて、学生時代のとても濃い時間を一緒に過ごした仲間なので、とても重要な人だと思いますが、誰かが他の都市とか海外に引っ越して、そもそも定期的に会うのが難しくなるっていう以外にも、人は生きていくうちにどんどん考え方とか価値観とか環境が変わりますので、昔は話が何でもあっていろんなことを話せたのに、今はまるで違う世界に住んでいる人のように感じる、価値観が変わって話が全然合わないということも、かなり多いんじゃないかなと思います。ここで難しいのが、たくさんの人がそういう違和感を感じたり賛成できない考え方とかがたくさんありつつも、昔からの大切な友達だから長年一緒にいるからという理由で頑張って友人関係を続けようとしている人が多いように、見えます。私も同じような体験をしたんですけれども、私にとって一番良かった解決法は適切な距離を取るということです。例えば旅行はもう一緒に行かないけれど、年に数回やって、ご飯に行くとか、価値観が合わないからといって友達を完全にやめる必要は全然ないですし、楽しくないもしくは話が合わないのに頑張って
定期的に会おうとする必要もないので、こういうふうに適切な距離を置きながら、付き合いを続けることでその友達のことを嫌いにならずに、でも、関係も失わないことが、可能になると思います。で、個人的に私にとっては、やっぱり海外移住って本当にその人の価値観もガラリと変わるし、その環境も本当に全然違いますので、逆に大人になってから自分で選んだ友達の存在をとてもありがたく感じています。もちろん彼らとは、考え方とか、興味が似ているので、いろんなことを話せますし、彼らからいろんなことを学ぶことも多いですが、それ以外にも若い頃って、とにかく友達が多い方がいいと思っていたので、そんなに実は気が合わないとか、そんなに尊敬していないのに、とにかくいろんな人と友達になろうとして、誰でも仲良くなろうと努力していましたが、少し大人になって自分がどんな人なのか、自分がどんな相手とは楽しめて、どんな人は、賛成できないのか、友達とどんな時間を過ごしたいのかなどというのをよく、分かるようになってから選んだ友達っていうのは本当に何時間でも一緒に過ごして、苦でないですし、このように数ではなく質を重視して選んだ友達は私にとって、とても大切な友達です。もちろん最初からそんなに襟好みしないということも、他に大切なことだと思います。その人にまだ一度二度しか会ってないのに、そこからその人の全体像を判断して、この人とは友達になりたくないっていうふうに早く判断するのはちょっと悲しいことです。私にとっても最初はちょっとこの人苦手だなと思ったけど、数回話していくうちにこの人すごく実は面白いとか実はすごく優しいっていう風な、人がいて、今ではすごく近い友達になっている人もいます。またもし仕事とかで人とのコネクションが、大切な場合は、とにかくいろんな人と話してみる、いろんな場所に行ってみて、いろんな人と関係を築いてみるだけで思いもよらないところから、いろんなチャンスが生まれてくる可能性があると思います。最後に孤独感と人付き合いのバランスを取るのも結構大切だし難しいことです。例えばソーシャルバッテリーの充電に時間がかかる人、つまり一度人と社交したらその後、回復するまで、その疲れから回復するまで、家で一人になる時間がたくさん必要な人とかだと、家にいたいけれども実は、寂しがり屋で孤独感を感じる場合もあるなど、いろいろな複雑な状況があると思います。その点でパートナーとか、気の知れた友人とかと一緒に住んでいる人っていうのは、日々社交しなくていいけれども家の中でずっと一人でいるという状態にもならないのですごくいい、環境だと思います。私自身時々平日は、忙しいので友達からの誘いを全部断ったのに週末、たまたま一人になってしまって金曜の夜に一人なのかっていう風に、思ってしまって自分ってめんどくさいなって思ったりすることがありますが、ここで一つ大切なことは、金曜の夜とか土曜の夜っていうとみんなが外に遊びに行って友達と、一緒に時間を過ごしているイメージがありますが、それはもちろん外に出たらいろんな人を見ますし、SNS とかでもそういう状況を、投稿する人が多いからで、実は家の中にいて特に何もしていない、ただゆっくりしている、もしくはまだ働いているっていう人もたくさんいます。逆に人付き合いが好きで、なるべくたくさんの人と会いたいのにいろいろな理由で、友達に会えず孤独感を感じる人もいるかと思います。例えば東京のような大きな都市に住んでいると友達に会うだけで1時間ぐらいかかってしまったり、なので予定を立てるのがそもそも一苦労だったり、有給を取って旅行に行きたいけれども一緒のタイミングで有給を取れるような友達がいないとか、毎週末誰か予定が合う人を見つけて何か一緒にするっていうのもすごく大変だと思います。
私がこのスペインの小さな町に、一人で引っ越してきた時は誰も知り合いがいなかったんですけれども、頑張っていろんなイベントに参加したりして今では友達がたくさんいます。そしてラッキーなことにこの友達たちはみんな外国人で、つまりここに家族とかがいないので一緒に過ごす時間がたくさんあります。なので今現在はそんなに孤独感から悩むことはないですけれども、今までに孤独から悩んだ経験から学んだことは、もちろん友達と時間を過ごすのも素晴らしいですけれども、一人で楽しめること、一人で楽しめる時間を、持つということです。自分の生活の楽しさが誰かのスケジュールに依存しているっていうのは精神的にあまり健康ではないかもしれないので、一人でできる趣味とか、もしくは自分一人で出かけられるようにするとか、友達がいることを感謝しつつ自分の、幸せを自分で、ケアしてあげられるっていうのも、素晴らしいスキルだと思います。皆さんの友人関係はどうでしょうか？ぜひコメント欄で共有してください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。